どうもこんにちは、ギターショップトニークの小沢です。皆様、テレキャスター警察ってご存知でしょうか？テレキャスター警察というのはですね、昨今の楽器界隈にはびこる極めて違法性の高い危険なテレキャスターを取り締まり、その根絶を目指すことでテレキャスター平和を守る正義のヒーローだそうです。そんなテレキャスター警察の企画なんですけども、以前にも一度やらせていただいたことがありまして、今回その第2回ということで、前回の動画ではですね、ほぼほぼアウトなモデルたち紹介しまして、かなり反響があったんですけども、またちょっと怪しいテレキャスターみたいなのがたくさん入ってきましたので、それら紹介してセーフかアウトかっていうとこをやっていこうかと思います。第1回のテレキャスター警察に関する動画については概要欄に貼っておきますので、そちらもぜひチェックしてみていただけたら、今回の動画より楽しめると思いますので、見てみてください。早速じゃあやっていきましょうかね。本編へどうぞ。まずはじめにですね、テレキャスターってどんなギターなのかっていうところを改めてやっていこうと思います。基本形がどんなもんなのかっていう感じですね。1951年ですね、フェンダー社から登場したエレキギターになってまして、世界初のソリッドギターと言われています。ソリッドギターっていうのは、ボディの内部に空洞がなくて、一枚の板として作られたモデルのことを言いますね。形見ていきますと、一弦側の部分がえぐれているというような、シングルカットのデザインで、コンターと呼ばれる肘の部分だったり、体に当たる部分だったりがちょっと凹んでいない真四角なモデルですね。そして伝送系見ていきますと、このフロントポジションとリアポジションに異なるシングルコイルが搭載されていて、コントロールはワンボリューム、ワントーン、3ウェイのセレクターっていう風な形で、ものすごいシンプルです。ブリッジがですね、この金属のプレートの上に3連のサドルが搭載されております。一つのサドルに弦が2本乗っているんですね。6、5弦、4、3弦、2、1弦みたいな感じで乗ってます。スケールが 25.5 インチ、ロングスケールで21フレット仕様。ネックジョイントが4点止めですね。これが一応テレキャスターの原型なんですけども、これから紹介するモデルがこのテレキャスターとどう変わっているのかっていうところを危険度と一緒にやっていければと思います。まず危険度レベルその1ですね。アルソニックハイブリッド T90S です。これが危険度1っていうのがもうちょっと話終わってそうな感じあるんですけど、紹介していきますと、イタリアのハイエンドブランドですね。このボディトップ一番特徴的だと思うんですけども、アルミニウムを採用してまして、それがもう航空機グレードのめちゃくちゃいいやつを使っております。ボディのバックはですね、スワンパッシュというものを採用してまして、チェンバード加工という中に空洞を作って軽量化を図っているモデルですね。バックコンターが配されておりまして、メイプルネック、メイプル指板、4点止めのボルトオンジョイントですね。こちらただプレートは使っていないという風なジョイント方法になります。そして21フレット仕様でロングスケール。アルソニックオリジナルのソープバータイプのシングルコイルを2機搭載しておりまして、コントロール3ウェイセレクター、ワンボリューム、ワントーン、シンプルです。価格がですね、プロトタイプで47万3000円で販売中でございます。シングルカットのデザインで、かつアッシュバック。テレキャスも初期、アッシュの木材を採用していたので、そのあたり一緒かなっていうのと、メイプルネック、メイプル指板、ここも一緒ですね。コントロールも同様のスタイルになってまして、4点止め。そしてシングルコイルです、一応これは。なので、もしかするとギリいけるかもしれないですね。続いて危険度レベル2ですね。こちら PRS NF53 です。どうですかね？これも結構近しい感じはあるんですが、ちょっとじゃあ見ていきましょうかね。まずこちら PRS というのはですね、アメリカのハイエンドギターブランドですね。PRS から2023年に登場した人気機種です。木材見ていきますと、スワンパッシュボディ、メイプルネック、メイプル指板というようなスペックですね。木材は伝統的なテレと同じなんですけども、ボディシェイプですね。エルボーコンターとかバックコンターも入ってますし、なんならこの一弦側のカッターウェイ部分えぐられてますし、ちょっと独自のシェイプに変わっていますね。ナローフィールドディープディッシュピックアップというものが搭載されておりまして、スチール製のブリッジプレートと2wayのブラスサドルですね。そして22フレット仕様で4点止めのボルトオンジョイント。今回プレートをちゃんと使ってます。ヴィンテージスタイルのチューナーと搭載していて、ワンボリュームワントーン、3wayのセレクターという風なスペックです。価格が新品で41万1840円で販売中でございます。見ての通り、ボディシェイプとか、ナローフィールドディープディッシュっていうピックアップなんですけど、サウンドを目指してるのは、ヴィンテージのシングルコイルサウンドで、ただノイズが少ないっていうハム構造のものを搭載してますね。ボディシェイプとピックアップがちょっと危険ではあるんですが、使ってる木材とか、コントロールとか、プレートのブリッジだったりとか、ハードウェアに関しては割とテレキャスをベースに作ってるんじゃないかなと思うので、どうですかね。もしかしたら受け入れられる方もいるかもしれないですね。続いて危険度レベル3ですね。トム・アンダーソンギターワークスのトップ T ですね。かっこいいですよね、めちゃくちゃ。トム・アンダーソンっていうのはですね、アメリカのハイエンドギターブランドでして、製造工程において一切の妥協を許さないという風な、ザ・ハイエンドギターという風なブランドです。トップ T と言いまして、テレキャスターシェイプをベースとして作られてはいるんですけども、ちょっと木材見ていきますと、ボディトップ、キルトメイプルですね。非常に美しいです。ボディバッグがマホガニというものを採用してまして、この組み合わせは結構レスポールとかでよくあるようなマホガニバックメイプルトップの組み合わせになってます。ネック指
番がメープルですね。ボディ見ていきますと、このエルボーコンター、そしてバックコンター採用されてますので、こう抱えた時にものすごいフィットしますね。22フレット仕様でロングスケール、2点止めのネックジョイントですね。そしてピックアップがですね、見ての通り SSH のレイアウトなんですけども、フロントとセンターのピックアップに関しては、スタックのシングルコイルになってまして、縦に2つ積んでるんですね。普通のハムバッカーって横に並べているんですけども、縦に並べているハムバッカーが搭載されています。スタックシングル、スタックシングル、通常のハムバッカーという風な形になってますね。そしてコントロールがですね、ワンボリューム、ワントーンで、スイッチルーとブロワースイッチというものが採用されております。このブロワースイッチっていうのが、いわゆるダイレクトスイッチですね。リア一発がオンになるっていう風な、ここぞという時にパチッと押して、リアにしてガーッと引くみたいな感じの使い方ができます。スイッチルーというのはですね、この3つスイッチがついてるんですけども、それぞれフロント、センター、リアっていう風に対応してます。センターの状態だとオフなんですけども、奥に倒した場合と手前に倒した場合で、このピックアップの反応の仕方が異なってきます。例えばリア、このハムバッカーフルで作動させる場合は、下側に倒すとハムバッカー。手前にするとシングルコイル。いわゆるタップですね。同様にフロントとセンターもスタックタイプになってますので、半分の力で出力することもできますし、フルマックスで使うこともできますという風な。それぞれオンオフだったり、ここだけタップにしたり、ここはフルで、みたいな使い方ができるので、サウンドのバリエーション非常に豊富ですね。そして、ロック式のペグとフロイドローズトレモロ搭載しております。はい。価格がトニックでオーダーした新品で118万8000円で販売中でございます。ここまで来ると、テレ感はそんなにないかなと思うんですよ。一応シングルカットのデザインですし、ちょっと厳しいかもしれないですね、ここまで来ると。最後に紹介するのが危険度レベルマックスですね。見ての通り。これ多分もうやばいと思うんですよ。リベレンドギターズのチャージャー290ビグスビーというモデルです。見たことある方も少ないんじゃないかなとは思うんですけども、こちらですね、アメリカのギターブランドであるリベレンドギターズがリリースしている代表モデルですね。このボディシェイプ、一応シングルカットではあるんですが、コンタがっつり入ってて、オリジナルのデザインでっていう風な感じですね。ちょっと可愛らしい見た目だと思います。木材見ていきますと、コリーナボディですね。そしてローステッドメープルネック、ローズウッドシバというような構成です。22フレット仕様でロングスケール、6点止めのジョイントになってます。こちらでもプレートは使われています。そしてピックアップですね。ソープバータイプのオリジナルシングルコイルが2機搭載されておりまして、ワンボリューム、ワントーン、3ウェイのセレクター。ここまでなら良かったんですけど、ここにもつまみが1つついてまして、こちらベースコンターですね。ペグがロック式でビグスビートレモロ搭載という風なスペックです。価格が新品で20万9000円ですね。それぞれ紹介してきたんですが、まずはじめにフェンダーのテレキャスター鳴らしてから、その後各モデルを同じセッティングでチェックしていこうと思いますので、テレキャスターサウンドからどこまで離れているのか、どれぐらい音に差があるのかっていうところをやっていければと思います。もしかしたらこのチャージャー、音めっちゃテレかもしれないですしね。なので、それぞれ鳴らしていこうと思います。ということで、ちょっと聞いてみてください。
それぞれ音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか？全然違ったと思います。最初に弾いたテレキャスの音と、その後出てきた4本ですね。それぞれ個性があって面白いなっていうところはあったんですが、一番テレキャスに近いって感じたのは NF53 でしたね。個人的には。サウンドとしてやっぱりヴィンテージをモチーフとしてやっているのかなと思いますね。アルソニックに関しても、トムアに関してもかなりモダンなんですけど、アルソニックの方がちょっと全体的に粗さみたいなものも若干ある気がして、トムはやっぱりすごいまとまってるなって思いましたね。リベレンドはテレキャスサウンドかどうかっていうと、全くそんな感じもなくっていう風なまた違ったギターかなと思いましたが、皆様いかがでしたでしょうか？このモデルはセーフだとか、このモデルはアウトだとか、こういうモデルもあるよとか、こういうモデル紹介してほしいとか、何やらありましたらぜひコメントしてみていただければと思います。ということで本編終わり。今日が10月24日なので、毎月ですね、最終週、トニークではですね、LINE 登録者様限定でですね、トニークウィークというものを開催しておりまして、LINE 登録していただくと、いろんなクーポンが配布されて、お得にお買い物できますよ、みたいな、皆様に還元できればなと思ってやってる企画があるんですけども、その月によって、いろんなモデルですね、今月はこれ、今月はこれ、今月はこれ、みたいな感じで、毎月楽しくやっておりますので、よろしければ概要欄にLINE のリンク貼っておきますので、そちらから登録していただいて、お得な情報をいち早くチェックしていただければと思いますね。今回みたいな感じでトニックウィークとちょっと連動したような企画みたいなのも今後やっていければなと思っておりますので、YouTube ももちろん見ていただきたいですし、LINE とかも登録していただいて、LINE やりますってなった時にカポ配ったんですよ。登録していただいた方に。カポプレゼントキャンペーンみたいな感じで。多分100どころじゃないかな。200ぐらい多分カポを無料配布したっていう風なのもありまして、今はちょっともうそのキャンペーンやってないんですけど、今後またそういった面白い企画何かできたらなと思っておりますので、よろしければ登録していただければと思います。あとはですね、オンラインストアリニューアルされまして、今まではですね、ギークインボックスと同じホームページでトニークのギターも掲載してたんですけども、それが分離しまして、トニークの在庫に関してはもうトニークのページに全部掲載されているような状態になってます。それに伴ってヘックスのギターとかも全部そっちに移行してるので、廃盤になったとか、トニーク潰れたとかそういうわけじゃないんで、ぜひうちのホームページでチェックしていただければと思います。ということで、この動画が面白かったという方は、いいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつも見てくださっている皆様本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェック、フォローをよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-4-8 丸山ビル1階ですね、ギターショップトニーク営業しておりますので、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。